天理教が始まって184年、親様に助けられた人々は、自らも人を助け、この教えを伝えたいと思い、その主体的な信仰が次から次へと広がっていきました。しかし、教会ができ、組織として活動されるようになってくると、細かいルールができ、そこから抜け出せなくなって、こうあるべきとか、こうしなければならないというものがだんだんと増えていきました。どんな組織もそうですが、年限を重ねるとともに硬直していきます。教会長はこうあるべき、匂い分けお助けはこうでなければならない、そんな空気が蔓延していった結果、言われたことだけをすることが良しとされ、私たちは考えることをやめ、夢を持たなくなりました。誰が悪いわけでもありません。誰かを責めたいわけでもありません。しかし、組織というものはそういうものです。2020年、新型コロナウイルスが世界中を襲いました。たった1年で、今までの当たり前が当たり前ではなくなりました。間違いなく今、私たちは神様に変化を求められています。では、どう変化すればいいのか。私は今こそ、親様の時代に立ち返る原点回帰の時だと思っています。時代は変わりました。もう正解は一つではありません。今こそ私たち道のアレクトーリョたちが失敗を恐れず挑戦し、これから新しい夜道を作っていく、その実験台になっていこうではありませんか。ということで、今日はまず私の世界助けというテーマで夢を語りたいと思います。皆さん、この数字、何の数字かわかるでしょうか。これは昨年10月、日本全国における自殺者の数です。その1年前の10月と比べると約 40% も増えているようです。たった一月でこれだけ多くの方が自らの命を絶ってしまっている。その現状、皆さん方はどう思われるでしょうか。孤独は山になく町にある。一人の人間にあるのではなく、大勢の人間の間にあるのである。これは日本の哲学者である三木清という方の言葉です。大勢の人間の間、きっと私たちのすぐ近くにも孤独を抱えている方がたくさんおられることでしょう。私は1年半ほど前からツイッターを使ってお助けに取り組んでいます。この画面のように定期的にこういうツイートをして、また検索欄でハッシュタグ死にたいと打つとたくさんのアカウントが出てくるんです。そのアカウントの方をフォローしていく。たったそれだけなんですけれども、かなり多くの方からメッセージをいただくんです。これまで約50名の方とやり取りをさせてもらいました。その中で約4名の方と直接会うことができました。その中でも約1年間つながり続けている人がいます。彼は14歳まで虐待を
受けながら育ち、その後両親は離婚されます。そして母親の方は再婚するんですが、そのまた相手といろいろトラブルに巻き込まれてしまって、結果お亡くなりになっているんです。またそのお父さんの方はつい昨年コンビニのトイレで亡くなっているのが見つかりました。お酒に溺れ孤独死だったようです。家庭環境だけ考えても壮絶な過去を持っておられる方です。私はその人と出会ってからこの1年間、たくさんのことを学び、たくさんのことに気づかせてもらいました。その中でも一番勉強になったことは、人は人とのつながりによって笑顔が増えるということです。彼は生活保護を受給しているので、基本的に毎日部屋で一人で過ごしています。月に1回ぐらいのペースでお会いしているんですが、会った時、またおじ場に来てくださった時に、できるだけ私の友人や知人を紹介するようにしています。そこでつながりができます。やはりつながりができた時には、その人の顔に笑顔が増えていくんです。やっぱり人間は一人では生きていけないんだなと強く感じています。私は彼のように世界中で行き場のなくなった孤独を感じている、そんな人たちを一人でも多く救いたい、助けたいと思うようになりました。私の夢はこのおじ場に陽気暮らし村を作ることです。あえて村にしたのは、日本の昔の村社会のように隣近所はもう家族なんだと、いつも情報共有がされてつながり合って助け合っている、そんなコミュニティをこのおじ場に作りたいと思っています。行き場のなくなった人やさまざまな事情で悩み苦しむ人たちを受け入れて、今すでにおじ場に住んでいる人たちと共に助け合いながら生活をする。そして教えを聞いたり実践したりしながら、互いに心を澄ます中で、助かりたいから助けたいへ心が切り替わっていく人たちが増えていく、そんな陽気な空気が満ち満ちた陽気暮らし世界の縮図のような、そんな場所をおじ場に作りたいと思っています。この陽気暮らし村にはコンセプトがあります。それは生きたいを作るというものです。この生きたいというのには3つほど意味を含ませておりまして、1つ目は生きたい。先ほどの彼と同じように悩み苦しんでいる人、孤独を感じている人がもう一回心から生きたい、第二の人生を歩みたいと思ってもらえるような、そんな場所を作りたい。2つ目に生きたい。町内の方はもちろんですが、町外の方、全世界の方が、なんか天理の町は最近面白い町になっているらしいぞと噂を聞きつけて、一回行ってみたいなと思ってもらえるような場所を作りたい。3つ目に生きたい。自分の知識やまた経験、好きなことや得意なことを生かして、自分もおじ場で人を助けたい、人を喜ばしたい、そんなことを思ってくれる若者たちが集ってくるような、そんな場所にしたいと思っています。では具体的にどんなことをしたいかと思っているか、例を3つ挙げたいと思います。1つ目は生活困窮者のシェルターです。このシェルターというもの、今日本に圧倒的に不足していると聞いております。またコロナの影響で生活困窮者と呼ばれる方々が今とても増えてきている。今こそおじ場にある土地や建物を生かして、こういう人たちを受け入れてお助けをさせてもらえたらなと思っています。2つ目に引きこもりのシェアハウスです。先日和歌山の方に行かせてもらったんですが、
その時にある方とお話しさせてもらいました。その人は仕事で東京の方に行くんですが、職場でなかなか人間関係がうまくいかずに鬱になって帰ってくるんです。でその実家は梅農家を運営していて、ちょっとずつお父さんの手伝いをするようになるんです。そしたら土を触ったり火を当たったりしながらだんだんと元気になっていく。そして元気になってから自分と同じように鬱や引きこもりで苦しんでいる人たちを助けたいと思ってこのシェアハウスを始めるんです。今20人から30人の方を受け入れて、その人も共に生活をしてお助けをされています。その話を聞いて、これはおじ場で絶対できるなと思いました。先ほども言ったように、今ある土地や建物を生かして、そして農地が畑がたくさんあるので、農福連携、そんなことがしていけるんじゃないかなと思っています。3つ目に、憩いの空間。神殿周りに誰もが心が落ち着けてゆっくりできるような場所を作りたいと思っています。この間インスタで小島にどんなものがあったら嬉しいですかと聞いたところ、キッズスペースとかまたカフェっていうのが一番多かったんです。例えばもうお茶所をカフェにして帰ってきた人たちとゆっくりコーヒーを飲めたりとか、天台生が帰り道に寄ってちょっと勉強できたりとか、また外には遊具を置いてママさんや子供たちが遊べるような場を作ったり、また神殿を見ながらちょっとゆっくりできるような足湯を作ったり、春には桜がやっぱり綺麗なのでその桜、しだれ桜をライトアップして、その横に舞台を作って、雅楽の演奏会、子供が喜ぶようなジブリの歌とかそんなものを演奏してもらえたらめちゃくちゃいい空間ができるんじゃないかなと、想像したりします。以上3点なんですけれども、これ以外にもやりたいことはたくさんあります。そしてここまではあくまで入り口であり、また手段であります。大切なのはこの後、やはり宗教者として、またお道の者として、心の助かり、ここに力を注いでいきたいと思っています。既存の収容家であったりとか、また神殿お助けであったりとか、そこのさらなる充実を図って、そして助かりたいから助けたいへ心が切り替わっていくような人たちをたくさん作っていきたい。またその人たちと関わる中で信仰者である私たちも心を澄ます努力をさせてもらいたいと思っています。さて、天理教の強みとは何でしょうか。たくさんあると思うんですが、私はやっぱりこの人類のふるさとであるおじ場があるということだと思うんです。このおじ場には助かりが必ずあり、そしてそこに圧倒的な求心力がある。これがあることこそが天理教の強みであると思います。だからこそおじ場が変われば天理教が変わると思うんです。おじ場が賑やかになれば天理教は元気になる、そう強く感じています。この陽気暮らし村を今天理教につながる皆さん方と共に作り上げていきたいと思っています。もし何かアイデアがあれば、僕こんなことさせてもらいたいですとか、もしあればぜひ SNS とかを通して私に直接聞かせてもらえたらありがたいなと思っています。最後に今日皆さんに伝えたいこと3つお伝えして挨拶を終えさせていただきたいと思います。1つ目は夢を持ち信じること、そして自ら考え行動すること、最後に失敗を恐れず挑戦すること。この新型コロナウイルス、これを機に時代は大きく変わります。お道も大きく変わっていく時です。
今の常識にとらわれず、自分の胸に手を当てて、自分は何がやりたいのか、どんなお助けをしたいのか、どんな教会にしたいのか、そのことをもう一度ゼロから考えて、そして夢を持ってそこに向かって突き進んでいく、そんな人たちがどんどん増えていく明るいお道にしていきたいと思っています。ぜひそんな明るいお道を、信仰しててワクワクするようなお道を皆さんと共に作り上げていきたいと思います。以上で挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。